ルールオブローズの時もね、でもルールオブローズとチューリップの間も企画決まんなかったんだよな。そうそう。チューリップやった後に、その、そのまますぐにビクターインタラクティブっていうところでやったんだけど、作れるかってそうじゃなくて、あの、そういう話するじゃん。で、普通まあパブリッシャーって、うまくいってたら次もやりましょうってのは、チューリップってあんま売れてないのよ。で、だから、そういう話にならなかったんだよね。で、だからこう、一瞬こうね、新しいゲーム作れないんじゃないかみたいな感じで、いろいろバイトとかしてたりとかして、チューリップとルールオブローズの間もすごい面白くて、で、バイトするじゃん。で、バイトできないわけよ、やっぱりそんなに。いろんな、うちってゲームしか作れないから、そんな簡単にこう、なんかちょっとやってみるとかなくて。でも、それでも見つけてきたデジタルのゲーム的なバイトとか探してやってたんだけど、その時に、あの、広島アニメーションフェスティバルっていうのを僕はその頃好きで、今も好きなんだけどね。で、広島の国際アニメーションフェスティバルってよく行ってた2年に1回あるやつに。で、このゲーム作ってない微妙な暇な時間、アニメ作ってみたらどうだっつって、俺と谷口さんと黒田で、3人でコマ撮りアニメを始めるんよ。僕がコンテを書いて、黒田さんが監督で、谷口さんが音楽で、で、みんなでコマ撮りを分担してやるんだけど、ルールオブローズの冒頭始まるぐらいまでかかった。1年半ぐらいずっとコマ撮りしてた。で完成して、あれレアなんだよな。あれここで放送したらみんな見るかな。でも、待って、あれ僕だけの作品じゃないから聞かないといけないわ。あれ。谷口さんとかにやっていいかっつって。ね。チューリップとルールオブローズ、今スイッチに移植したら食いつく人多い気がしますね。まあいろいろ乗り越えないといけない技術面とかいろんな他の面もね。なんだなんか質問が書いてあるぞ。TE さん。第1回目の配信でスイスのおじいさんとの出会いについてお話しされたのが興味深かったのですが、当時の木村青年がスイスのおじいさんにいろんな質問をすることで得たインスピレーションや気づき、学びの体験をお聞かせいただけると嬉しいです。なるほど。ね。そのスイスのおじいちゃんは、まあ本当にこう、僕のお師匠様というか、メンター的な意味があって、あの、なんていうかな。ゲーム作るよりも、もっとその、現代美術やってる人たちって、どうやって生きてんのかなってすごいミステリーじゃないですか。で、でもすごいんだよね。旅人だったんで、彼は。僕以上に。うん。で、ロバとかに乗って、馬とかに乗って、アフリカとかアメリカを、こう、縦断横断しちゃうような人なんですよ。で、よくその一緒に旅もしたし、で、おしゃべりもしたんだけど、なんだろうな。まず彼はできないって思わない。あの、一見不可能なことでも、こういうのやってみたいんだよなって言って、やってみると。で、やってみるための方法を考えると。で、結構抽象的なことに立ち向かう。例えばなんか、どでかいものをどうのこうの、なんか、なんだか、イメージで、ドラゴンってよく言ってんだけど、大きいドラゴンのイメージとか言って。で、あの、一回ね、東京来てね、僕2年目ぐらいの時に、銀座で、超巨大なオブジェクトを、なんか長い蛇みたいなものなんだけど、それを担いで、みんなで行列してこう、銀座のホコ天で、なんか練り歩いたことがあるんだけど、あれはやばかったよね。最後おまわりさん来たし。なんかなんだっけな。でもそれも彼の発案でやってみようってなった時に、当時僕、スクエアにいたわけだけども、その時にこう、倉島さんとか、工藤くんとか、みんなに呼んで、なんか、それをやるわけよ。実行して。友達呼んで、みんなで。面白かったね。なんか、すごく面白かった。ご視聴ありがとうございました。チャンネルの登録もよろしくお願いします。